はい、皆さんこんにちは。機械系男子のケンイチです。今回はですね、三島由紀夫さんの金閣寺を読み切ったので、こちらを紹介したいと思います。いや、このね、金閣寺っていう本は久々にね、思い起こされたのが、近代文学だなっていうのがすごい思い起こされましたね。どういうことかっていうとね、結構ね、読んでてすごい難しくてね、難解だったんですよ。で、さらにね、表現が結構冗長っていうのかな、いっぱいね、その時の主人公の気持ちを代弁するものとして、表すものとして、いろんなね、例えを挙げてくれるんですよ。でもその例えがね、ことごとくね、その抽象的かつね、例えがいっぱいあるんだけども、どれをとってもわからないっていうのがね、理解するのに苦しんだところでして、現代文学だと A でもない B でもないっていう気持ちを表すときに、A と B の中間みたいな、どちらでもないんだけども、それをうまく配合したこんな感じっていう風に言い表して、読者としてはそれではよくわかるんですけども、近代文学の場合はいっぱい例が出てくるんですよ。いっぱい例が出てくるんだけども、どれをとってもわからないと。どれをとっても抽象的すぎてわからないっていうのがね、現代の僕からすると思う気持ちでして、かなりね、読むのに苦労しました。で、さらにね、思い起こされた作家さんで言うと、海外作家のですね、ドストエフスキーさんですね。あんな感じのね、冗長な表現だったんですけども、でもね、ドストエフスキーさんの作品と同じように、この作品はね、読み終わってみると、すごい深みのある作品なんですね。結構読むのが難しいんだけども、だからこそなのかな。だからこそなのか、深みがある作品っていうか、またね、2回目、3回目読みたいなって思える作品でしたね。何が起こったかぐらいはわかるんだけども、その時のその気持ちとかね、表現されてるものっていうものは、全然ね、吸収できてないんですよ。だからこそなのかな、やっぱりね、深みがあるなっていうふうに思いましたね。で、このね、金閣寺っていう作品でですね、僕がね、無知だったところをね、紹介しますと、この金閣寺の裏の文句を読んでみると、ネタバレありで言っちゃいますと、この金閣に勤めてる、修行してるお寺のお坊さんが、金閣寺に火をつけて放火するっていう、そういう事件なんですよ。内容としては。で、これね、初めて僕、このね、裏の文句を読んだ時に、これは金閣寺は燃えてないから、フィクションだなって勝手に思ったんですよ。でもね、調べてみると、この金閣寺の放火事件って、本当にあったんですね。1950年ですね。昭和で言うと25年に、本当にね、お寺のお坊さんが放火してるんですよ。で、その時に全焼してるんですね。で、さらにその5年後、昭和30年ですね、1955年かに再建されたのが、今の金閣で、僕はね、全然知識がなかったんで、今残ってる金閣寺っていうのは、足利義満が建てた時から、もう柱とかは何も変わらずに、修繕とかはもちろんあるんでしょうけども、柱とか内部のものっていうのは全く変わってないと思ってたんですね。でも実際にはね、一回ね、全部消失してるんですよ。再建されたものが今残ってるものっていうのがね、僕にとっては本当に衝撃で、そういう知識がないまんま今になってですね、初めて27歳にして初めてね、金閣寺がもう一回燃えたってことを知るっていう。これはね、本当に衝撃でしたね。びっくりしました。まだね、僕はこの目で金閣寺を見たことはないんですけども、ちょっとね、いつか行く機会があったら、そういうことも頭に入れてね、金閣寺を見てみたいなと思いました。はい。で、前置きがね、ちょっと長くなりましたけども、この金閣寺の印象に残ったところを紹介していこうと思います。さっきもね、言ったんですけども、この金閣寺ね、結構難しくて、僕にはね、なかなか理解できなかったんですね。なのでね、読み終わった後とかにも、YouTube の動画探して、解説してくれてる動画を見たんですよ。もう圧倒的にね、そっちの方が分かりやすくて、僕ではね、あれは無理だなって思ったんで、僕のね、印象に残ったとこだけをね、話していこうと思います。まずね、この金閣寺っていう話自体が、この金閣寺を大の主人公みたいな存在として、美の象徴、またはですね、永遠の象徴としてずっと描かれてて、それに対比するような形でですね、主人公のその劣等感だったり、あとはその人生、人間の滅びやすさっていうのがね、結構そこら辺の対比がね、いっぱい描かれてて、なかなかね、本当に考えさせられる一節がね、多かったんですよ。そのうちの一つが、美というものについて、美しさについて語ったところでして、美というものは虫歯みたいなもんだっていうふうに言うんですね。どういうことかっていうと、虫歯はそこで存在を主張して痛みを与えてですね、すごい存在を主張してくると。でもひとたびその虫歯を抜いてしまって、自分の手元で見たときに、こんなものだったのかって思うっていう風に描かれて、美しさもそれと同じで、自分が想像してた美しさ、美っていうものがあって、それが金閣寺ですね。金閣寺をまだ見たことがなかった主人公が思い描いてた理想の金閣寺。だけども実際に見た時の金閣寺っていうのは、はるか自分の、理想の下を行ってですね、すごいそこで失望するっていうシーンがあるんですよ。ここら辺がね、結構面白くて、初めて自分のものになった時、現実のものになった時に、その美しさっていうか自分の理想とのかけ離れを実感するっていう、ここがね、面白いところでして、またですね、金閣寺の永遠性ですね、未来永劫存在するっていう、そういうものにもね、触れられてて、一回ね、その、主人公が金閣寺を燃やそうと思った時に、金閣寺を燃やすんじゃなくて、寺の老子を
殺してしまってもいいんじゃないかって、どっちでもいいんじゃないかっていうふうに思ったんですけども、でもやっぱり寺の老子だとダメだっていうふうになったんですね。社会の復讐っていうか、自分の金閣寺に対する復讐は、やっぱり寺の老子じゃなくて金閣寺自体を燃やさないとダメだってなったんですよ。で、その理由がですね、老子をですね、今自分が憎んでる老子を今自分がここで殺しても、またね、老子に変わる存在が出てくると。そういう意志を受け継いだ人が出てくると。なので、人間ってのは滅びやすいんだけども、でも意志を継ぐものがどんどん現れるから、もう再現がないって、限りがないっていう風に言うんですね。でもだけども、金閣寺ってのは一回壊してしまえば、もう再建できないから、金閣寺の方を壊した方が、自分の目的はね、達成できるという風に踏んで、金閣を燃やすことを決意するんですよ。ここがね、結構面白くて、もうずっと、未来永劫存在するかのように見えた金閣、永遠性を持っているような金閣が、実は一回滅んでしまうと、それ以降はなくて、人間の方が滅びやすいんだけども、その意志をね、継ぐものがどんどん現れて、人間の方が永遠性を持ってる風な描かれ方をしてる時もあって、ね、ここら辺もね、結構考えさせられた一節でしたね。他にもね、いっぱいね、その美とか永遠とか、または人生、自分の醜さとか劣等感とかね、そこら辺の対比がね、随時出てきて、金閣がその度に出てきて、そういう美しさとか人生とか、そこら辺をね、表現してくれるんですけども、なのでね、そこら辺に結構興味がある人は、読んでみると結構楽しいと思います。なかなかね、僕も全部をね、理解できなかったので、これぐらいに紹介は終わるんですけども、ぜひですね、この金閣寺、結構難しい、読みにくいなって僕は思うんですけども、でもね、やっぱり深みのある文学なので、ぜひね、一回は、三島さんの代表作の一つとされる金閣寺をね、読んでみてほしいなと思います。それではですね、今回の動画はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。